はい、皆さんこんにちは。タップダンサー振付家の踊る夏子です。ですね、今日は私をお能に連れてってというテーマでお話をしたいと思います。ですね、先日前回の動画でも少しお話ししましたけれど、私最近ね、能を見たんですよ。それでちょっとこの半年ぐらいずっとね、重心のことを考えてきたわけですけれども、その重心を低く保つにはどうしたらいいかということをね、やってきてたんですが、いや、能ってすごい面白いって思っちゃったんですね。その重心の低さもそうなんですけど、なんといってもかっこいいんですよ。衣装もね、装束もこうデコラティブで、何ですかね、袴がものすごく角張って、こう下半身をデフォルメして幅広くカチッと平面的なんですけれども、で、なんだろうな、動きも非常に少なくて、だけどなんとなくこうおおらかでユーモラスな感じ。私なんで今までこの能をね見ないで来たんだろう、日本で見れる芸能なのにって思いました。はい。で、その時の囃し方がすんばらしくてですね、笛が一宗さんっていう若い方なんですが、もう本当にこれこそインプロだな。裏打ちがあってとことんやってきたものがあっての即興演奏の凄み本当にね、笑っちゃうぐらい2本笛なんか加えてるんですよ。そんなことできるんだと思ったけど、呼吸はね、口は1つしかありませんから、ここに2本こう笛を加えてこっちとこっちで違うことしてて、そんなことできるんですかって思ったけれども、でその熱がね、ピーっていう熱がすごいかったんですね。はい。でその演奏と能の舞の関係性というのが、ちょうど私がそのタップのメロディーとリズムとの関係性について思い描いていたものと非常に近いと思ったんです。それに比べるとですね、西洋の踊りはとてもそのわざわざこうの新曲能の新曲として作られた音楽であっても、動きが音楽とほとんど一体になっているのがコンテンポラリーダンスなんだなと、その同時にね、その見たのですごくよく分かったんですけれども、コンテンポラリーダンスと能のコラボレーションという舞台でね、両方を同時に見れたのですごく分かりやすかったんですが、能の方は音楽がふわーっていく時に、能の視点の方、前を踊る方はじーって黙ってピターって止まっていたりして、でふって途切れた時にササ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 って動いてパンパンってなったりするんですね。ものすごくかっこいいなと思って、で家に帰って、そういえばうちになんか古いものの中にあった、あれは能の何かではないかと思って、じゃんこんなものがうちの本棚に、すごいこのお香の香りがするんですけど、これクラマテングって書いてあるんですね。これ何かというと、はい、わかりますかね。これ能の歌い本というものらしいんです。でここにこうそのしての方が「私は」って言ってる文句が書いてあってあるらしいんですよ。私読めませんけどこれね、なんで持ってるかというと、
昔古いものがどんどん我が家に集まってきた時がありまして、その時に捨ててしまう解体するお宅のタンス2竿を引き取ったんですね。捨てちゃうからもらわないって言われて、何が入ってるかわからないんですが、タンス2竿分もらってくれる人を探してるんだけど、交通費だけ持ってくれればあげるって言ってるんだけどって言われて、何かもわからないけれども8,000円のね交通費配送費を私が受け持ってタンスを2竿もらった中に入ってたんです。宝箱みたいでしょ他にもいろいろな着物とかもちろん入ってましたけど、こういうのがたくさんあって、この糸とじの本っていうのも珍しかったし、こうね、なんか綺麗だなと思って、私にはわからないけどなんか美しいなと思ってずっと取っといたんですね。この後ろの方を見ると完成とか嘉永とかいう年号が出ていて、これの初版は多分幕末なんですね。はい、これがどうもここのサインを見ると宝生流のなんか歌い本らしいんですっていうのは私は分からなくて、ある方に教えていただいたんですけどね。はい、でこれに対してちょっとその能に詳しい方にこれを見せてね、これどういうものでしょうねって聞いたら、じゃじゃん、2冊あるからこれ差し上げますよって言ってねいただいたんですよ。これは何かっていうととっても面白いんですが、ここにねこれをどう読むかっていうのが書いてあって、線は全身、点々は足数の定まりたる交代の足跡を示すつまりね何かというと、ほらこれはダンスで言えば振り付けのフォーメーション表にあたるわけですね。まあでも振り付け譜にもなるのかな。この実線と点線で意味が違うので、前に歩くのか後ろに歩くのかみたいなことがあって、この三角マークは何かというと、上扇表紙停止などの位置、多分持ってる扇を上に上げるとかね、なんかそういうマークなんですよ。こうなんかね、止まるとこに三角があるんですよ。というのをいただきまして、なんかこのね振り付けも書いてあるんですよ、絵が。これ見てねできるとは思いませんけれども、非常に面白いものをいただいてしまいました。はい。でこの絵を見るとね、なんかその姿勢がなんとなくわかるというか、腰を落として肘を緩めて動くんだなということがこの絵からねなんとなく想像できるわけです。はい、というわけで今日の動画の趣旨は、私もねだいぶこう外に遊びに行けるようになってきておりまして、ぜひねおすすめの能を見に行きたいななんて思っています。でね、いろいろ自分でも調べてみたんですけど、能と狂言があるんだな、そういうのを高校生の時にね学校で一度見に行ったことあるんですけど、能と狂言は。でもそれ以来自分で他のバレエや他の舞台演劇や散々たくさん私は見てますけど、歌舞伎も見てますけれども、能を見に行ったことは実はなかった。この最近行ったのが本当に高校生ぶりに見に行ったぐらいだったんですね。これはもっとちょっとこれからね能を見て、その声の出し方や重心の低さ、そしてお囃子方と舞の関係性みたいな、そのメロディーとリズムの関係っていうこと、あと重さと軽さ、すごく重心が低いのになんであんなに軽やかなのかとかっ
とても興味を覚えたので、たくさん能をね見に行きたいなって思っています。ということで、私を能に連れてってということでした。誰か能に連れてってくださいということで、それではまた。